綾の西阿波。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。では恒例の今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。私若い頃にね、ご高齢の方からね、うんなんか人生哲学みたいなものをね、はいはい教わる機会っていうのがまあ2回ぐらいありましてね。ほうほうほう。若い時とはどれくらい20代ですね。ああ、なるほど。と10代ですね。ほう。その方とは何の面識もないんです。たまたま旅先でうん。偶然お隣の席にいらっしゃったご高齢の方ということでね。はいはい。1回目はね、なんかね、沖縄旅行に私20代にね、行った時に、フェリーに、乗ってる時ですよね。ベンチに座ってぼーっと大海原を眺めてましたらね、そのご高齢の方がね、座ってたんですよね。で、あら、どこの方って言うんで、京都に住んでるんですとかいう話をしたり、いろいろ話がどんどん弾んできてね、人生哲学みたいなことも話し始める。ねえ、君は若いからこれからだよね人生って言ってね、人生にとって大事なこと一つ教えてあげようかとかこう言われるのね。そんなことない？愛ちゃんなんか急にね。ないですね。ないですか？だからきっと西はちょっと人懐っこかったんじゃないですか？あ、そうかな。私は多分結構もうバシッとこう閉じてるタイプなので、多分そういうことを言ってこられる方はいないんだと思います。そうですね。私聞き上手ですし。あ、そうですね。相槌上手。そうですか。へえ、はあ、っていうのがね。上手やね。若い時からやってましたんでね。なんか可愛いやっちゃっていうふうに思ってくれたのか知らないんですけど、いろいろ話がね広がりまして、人生にとって何が必要か。そのご高齢の方がおっしゃったのはね、人生いろいろありますと。山もあれば谷もあります。これはとてもね自分にはもうできないっていうふうなね、こう壁ができた時に皆さん尻込みするんだと。だけれども意外にね思いっきって勇気を持ってぶつかってみるとそんな大したことはないと。大概のことはなんとか乗り越えていけれるような壁しか人生には用意されていないと。なるほど。ですから壁だと思ったって乗り越えてやるっていう勇気を持って当たって砕けるじゃないけれどもやってみると意外にこう前に道が開けてくるっていうのがあるんで、あんまり遠回りせずにね近道ばっかりっていうわけではないけれども、この道っていうふうに決めたらそこの道をずっとねまっすぐね進んだ方がいいよみたいなことを言われましてね。ああそうですか、わかりました言ってねどうもありがとうございました言ってね、もう帰られるんですか、どうも言ってね、いう感じで20代でね私沖縄旅行の時にそういうね出会いがありました。で遡りましてね、1回目ですね。そっちが正確には1回目なんですね。私ね大学受験で実家が名古屋なんですけどね。実家名古屋なんですよね、西ね。東京の方にね受験4校ほどちょっと受けに行こう。あ、そんなに受けたのね。そう4校受けに行って4校とも全滅でしたけどもうね本当に旅費もねそれから宿泊費とかで受験代たくさんうちの親はねもうとにかく受けろと、もうね滑り止めでも何でもいいと。だからもうね関西の方にも受験しに行きましたし、それが終わりましたら今度は関東へっていうことでね、で新幹線で東京駅まで行くんですけれども、そこにまたね偶然ねご高齢の方と出くわすんですよね。お兄さんは何歳かねって言って、あ、私は18歳。受験なんね。そうか、若いねって言って、何しに行くのって言うから、あ、東京に行くんです。東京何をしに。受験でちょっと今から向かってるんです。ああ受験かって言ってね、ああそれはいいねって言ってね、もうすごく人生の節目じゃないかってね、合格祈ってますよみたいなことになってね。でいろんな話がまたその方ともねあるんですけれども、君に教えてもいいかなっていうのね。何がですかって言って、人生にとって必要なことってね。含みのある言い方。そうそう、含みのある言い方。でね、僕もねもう人間60年以上やってきた。でいろんな仕事やってきて、今はそのなんていうのかな、ちょっとしたバイトみたいなものをねやってるんだけれどもね、60年人間やってきたらね、やっぱり一つの真理っていうのを見つけることができた。真理を見つけることができたんだと。それは何かわかるかなっていうんだよね。含みありますね。
さあ何でしょうかって言って考えてごらんって言ってね、いろんな話をするのよ。どの子のこの頃でこの頃だよ。クイズ出すんですか？うん、そうそうそう。なるほど。で、そうですね、でもちょっとわからないんです、人生にとって必要なこと。そうだね、まだ君の年ではわからんだろうね。おじさんぐらいの年になったらね、やっぱり分かってくるもんなんだよねって言ってね。また別の話になるんですよ。でまた戻ってくるんですよ、その話にね。で私もやっぱり聞きたいもんだから、それまで刺激されてた、ね。そうよね。ちなみにその人生にとって一番重要なことって何ですか？真理ね。はい。もう東京駅に着く間際です。はいはい。もうここで聞いとかないと聞き逃してしまうということでね、ちょっと強めにね、ぜひとも教えてほしいんです。大先輩に今後私がこれから人生歩んでいく際、何か秘訣みたいなものを教えていただけないでしょうかって言ったら、その人はまあ今この場で言うことはできないねじゃあ頑張ってなんだこの人はと。なんやねんそれってな。もうクイズも出したりさ、君は誰かとかさ言ってね。で僕はもうこの人生の中でもう一つの真理をね見つけたんだとね。うわ何ですか何ですかって好奇心だけ煽っといてね。まあそれはここでは言えないねって。何や何やそのオチは。私ね2パターン考えられると思ってるんです。まず一つのパターンね、その人なりにこれが真理だというものが確固たるものがあり、けれどもやっぱりそれを見つけるのは、それは彼自身に任せるべきだとね、この若者にが自分でこれからいろいろ社会に出て経験してきて、彼はきっと自分の真理にたどり着くだろうから、今ここで言うのは野暮だと。ということで言わなかった説が一つ目のパターン。二つ目のパターン、ただただカッコつけて言ったけれども言葉にできないというか、その真理を実は知らないかなりもったいつけられてね。二つ目のパターン、これどっちだと思いますか？今それ考えた時に。いやもったいつけたけれども、なんだろうなーって、この言葉っていうのは、まあ押し付けがましく言ってもしょうがないことかなとか思い始めたんですね。はいはい。ということは1に近いかもしれないですね、今私が言った2つのパターンね。まあこちらもなんかごますってるわけではないけれども、いやそこまで言うならね。そういろんなこうね、なんか問いかけがあって、で「いやわからないです」っつって「教えてください」っていうのはね、もうほんまなんていうんですか、お釈迦さんと僧侶のなんかね、その修行中のね若造のね、教えてください言ってね、教えてください言って、私はその真理が知りたいと。だったらね、最初からね、いやその真理を私は言うことはできないんだけれども、あなたはこれから長い人生かけて自分にとっての人生の真理、これを見つけた方がいいと思いますよって言えばいいんですよ。そうよ。含みを持たせてな。僕知ってるよ。長年人間やってきたけど僕知ってるよ。君はまだ若造だろう、知らないよねで。なるほど。そんな感じでした。そのぐらい2人かな、なんか思い出に残るご高齢の方のなんか人生哲学の押し売り。押し売り。いやでもね、本当に私ね、そう思います。押し売りだなって。だから私は自分がおばあさんになった時に、その目の前に例えばね、若い女の子でも男の子でもいいんだけれども、若者が現れてちょっとお話をするようなタイミングがあったとしても、あんまりこう説教じみたことを自分から言う、そういう老人にはなりたくないなってすごく思うんですよ。もう和気あいあいとどうでもいいくだらない話して、わーって笑って「ほんじゃね」っていうぐらいがよくって、例えばそこで若い子の方からなんか悩みをね打ち明けてきて、こういう時はどうしたらいいんですかって聞かれたらポツッポツッと言うぐらいのことはしてもいいかもしれないけど、なんかね、その若いから教えてあげようみたいな、なんかそれってちょっと違うなっていうか。そうね、もうなんていうの、もう昭和の名残がまだねプンプンに寄ってる平成の始まったばっかりの年でしたからね。そうですよね。もうそういう感じですよ、上から目線でね。上から目線で上から目線の話最近よくしますね。いやいや、教えて信じようか、いややめとこうって、なんじゃそれ。いやそうですよ。だから所詮人の人生なんで、その子に任せ
ってたらいいんですよ。まあこの子もどうせいずれ大きくなったら、まあ分かるだろうし、別にそれを今自分がどやこや言わなくたってこの子はきっと立派に育つだろうって信じてあげるのが一番いいと思うんですよ。それで別にそんなねあんまりね積極臭いことはね言わない老人に私はなりたい。あなたもそうなってください。そうですね。私もあんまり言いたくないです。あ、そうですね。まああなたもそういうタイプですね。聞かれたらね。お答えしますよみたいなことですけどね。そうですね。そんな感じでございましたということで、はい、というわけでまた、来週ですかね、次回はね見てください。愛でした。西でした。アイ&西でした。おやすみなさい。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネルアイ&ニッシーデュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。